今回はこのウィッグをメンズっぽくカットしてみたいと思います。カットする際はドールのままですとちょっと安定しないんですよね。こう倒れちゃったり横向いたりとかしちゃうんで。このキッチンペーパーホルダーを使ってヘッドのスタンドを作っていきます。使うものはセリアさんやダイソーさんで売っているキッチンペーパーホルダーですね。これ。あとパンチングボード、こんな大きくなくてもいいんですけど、半分でもいいと思うんですけど、こういうパンチングボードを使います。工具はこんなもんですね。一つ一つやっていこうと思います。まずキッチンペーパーホルダーの加工なんですけども、これはすごく簡単な作りで、ここでネジが止まってるだけなんで、これを外しますね。菜箸を使うんですけども、菜箸がですね、ヘッドを刺すのにちょうどいいんですね。なので、この菜箸をここにぶっ刺すんですけども、ここに穴を開けるためのこういう道具、ドリルですね。これも100均で売ってます。ダイソーさんでこれは買いました。このドライバーも今100均で売ってると思います。これこうやってくっつくんですよ。こうやってパチって。で、この真ん中に合わせて穴開ける。なるべく太いものがいいと思うんですよね。ダイソーさんで売ってたのは 5mm が一番マックスだったんで 5mm を買ったんですけど、これでですね穴を開けていきます。何センチぐらいでしょうね。3、4センチくらい開ければいいと思うんですけど、ちょっと開けていきますね。菜箸をここら辺で切ってこの穴に入れるんですけど、この切るのはノコギリ使います。これ100均でも売ってます。ナイフとかでも切れると思うんで、どっちでもいいですね。はい、切れました。そしたらここに入れるんですけども、菜箸の方が太いので、入りません。なので、こっちの穴を広げるか、菜箸を細くするか、どっちかなんですけど、こっちを細くした方が楽そうなんで、ちょっとですね、ナイフで細く削っていきます。鉛筆を削る要領でこんな感じで先を細くして入って、しっかり入る感じ。抜けない方がいいと思うんですけど、抜けちゃうようだったらボンドで留めてもいいかなと思います。これができたら次はパンチングボードにつなげるんですけど、適当な位置にですね、これネジを裏から出します。ワッシャーはいらないんですが、ここら辺にしましょうね。ここら辺で、元々のこの木を刺してネジで締めて、あんまり締めすぎるとネジ山壊れちゃうんで、はい、完成ですね。ちょっとゆるゆるですね。修正します。マスキングテープです。これは全然修正しなくてもいいんですけど、あまりにもゆるゆるすぎたんで、ちょっと太くしますね。はい、こんなもんでいいですかね。じゃあこれで切っていくんですけども、ウィッグ切るのはもう何でもいいと思うんですが、私はですね、ギャツビーのちっちゃいハサミがあった方が便利かなと思ったんですが、ぶっちゃけですね、使いづらいです。これ。大きいハサミの方がいいですね。まずですね、ここをバッサリ切っていくんですけども、この髪の毛ですね、そのまま捨てちゃうのはもったいないので、ここで弱って取っとこうかなと思います。使うことはないと思うんですけど、ケチンボなんで取っときます。はい。シュタルク風なんで、ここら辺からもういっちゃいますね。よいしょ。ちなみにこのウィッグはドールス N さんで購入したウィッグです。はい。こんな感じで切れたので、こっちの束は保管しておきます。では切っていくんですけど、ウィッグはほとんどカットしたことがなくて、もう行き当たりばったりなんで、いけますね。どれくらいでしょうね。耳が出るぐらいですよね。で、あまり切りすぎて短いと困るので、耳がここら辺ですから、とりあえずこの長さ合わせてみますね。こ
この襟元ぐらいからこうグッとくるん、襟元ぐらいだからもう結構カットしちゃうんですよね。度胸がないからな、怖いんだよな。ウィッグでね、失敗したら一発アウトなんで、長さ合わせるか。テストでやった時、こういう風な美容師カットみたいなのでやると、なんかうまくいかなかったんで、もう力技でこう、なんていうんですかね、ちょっとずつ本当に切っていくっていうのをちょっとやるので、こう、なんていうんでしょうかね、こうだったらできるっていうのはまだわかんないので、とりあえずちょっと早送りでどんな感じになるかっていうのを見てもらえばと思います。ハサミを選ぶときに力がなくても切れるやつ、すごい、たまにしか使わない筋肉だからか知んないんですけど、すごい疲れるんですよね。腕を上げてるっていうのもあるかもしれないんですけど、サクサク動くハサミがいいと思います。はい、こんな感じでカットができました。横は耳が出る感じですね。もう少し切った方がいいかもしれなかったんですが、こうやった感じで耳が出ればいいかなと思ったんで、後で長いようでしたら後で調整しようと思います。で後ろはボブっぽくこう、もう少し切りたかったんですけど、こういう短い用の多分ウィッグじゃないんで、ここがちょっと毛の量が足りなくて剥げちゃったんですね。なのでここら辺ぐらいでちょっと押さえてます。次は今度こういうですね髪型の癖をつけて、今は多分こういうこれですか、こんな感じの癖がついてるんで、こういう癖をつけていったり、あとこのクリンとした寝癖っていうんですか、天パの癖なんですかね、こういうのをつけてウィッグの形をセットをしていこうと思います。Amazon でこのちっちゃなコテを使ったんで、これでですね、セットしていこうと思うんですけど、こんな感じですね。ちょっとボサボサではあるんですが、羽をつけてます。で、これを後で固めてまとめようと思うので、とりあえず適当に羽を作ってるのと、あとこの分け目のこの癖っ気ですね、をやります。で、これはですね、見よう見まねというか、ほとんど未経験なんで、結構適当なんで、流してもらえれば嬉しいですね。
こういうヘアピンでこう留めて、熱いので手袋します。こうやって入れて、でこうやってるだけじゃ癖っ気がつかないんで、一回こうやって温めるんですよね。毛束を温めたらキュッてこうその向きにしばらくキープで、冷やすとその形というかその形がキープされるので、こういう癖っ気もこういう感じでちょっと取って、よいしょよいしょ。で指でこうやって押さえて離すとこんな感じで癖がつくんで、とりあえず適当に癖をつけとけばなんとかなるかなというところでしょうか。かなりもう適当です。適当っていうか、どうやったらそうなるのかっていう、なんていうんですかね、自分の中の理論がわからんので、本当試行錯誤。シュタルクはボッサボサな感じなんですかね。溶かさないというか。で、ここの石鹸もここは結構苦手で、全部苦手なんですけど、アイロンみたいな形になってないんで、挟まなきゃいけないので、こういうタイプじゃなくてアイロンみたいなタイプもあった方がいいのかなと思うんですが、布用の小さなアイロンみたいなコテみたいなのを持ってるんですけど、あれでやると温度が熱いせいか全部こう髪の毛がカピカピになっちゃうんですよね。だから使ってないです。120度ぐらいがいいのかな。160度ですとなんかカピカピになっちゃうんですよね。なんかどっちらかっちゃってる感じなんですけど、これ以上どうしようかなっていうところがあるんで、これでですね、適宜にカットしながら糊で固めていこうと思います。糊はこのアラビックヤマト、これ100均でも売ってる糊なんで、これを使っていこうと思います。で、どれぐらい薄れるかっていうのも微妙にわからないので、このままですね、直でちょっといってみますね。かなりガチガチに固めます。ワックスみたいにこう形をちょっとキープして、触ると動いちゃうみたいな、そんなんじゃなくて、もう固めるって感じ。質感がちょっとどうなるのか心配なんですが、そうしないとですね、毎回セットするのって大変だと思うんですよね。こういうクラクタードールだ、こういうタバコンとかもちょっと出したりとか、
できればなんですけど、ここでまた行き当たりばったりなんで、いろんな未知との遭遇があると思うんですよね。ちょっとあんまり濃いと海苔が固まってひどいですね。今これお皿にこんな風に出して、ちょっと薄めようと思ってます。てん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 。これも適当ですね。あんまりつけすぎると多分ダメなんでしょうね。本当は。ではですね、もう少し気になるところをカットしていこうかなと思います。まず前髪なんですけども、ここのですね、後ろが結構なんかもたっていうか、毛が多くてですね、ここの後ろをちょっとカットしようかなと思いました。本来分かってればこれあらかじめやっとけばいいんですけど、ちょっと気づかなかったんで、乗り付けた後にやってます。この1段目のところですね。だいぶ軽くなったんですが、まだちょっと多いかな。海苔だとあんまり良くないですかね。これゴミが出ちゃいますね。ダメか、海苔は。海苔を直接塗るのは失敗したので一回洗いました。で今回はどうするかっていうと、スプレーで少し濡らしてですね、またちょっと海苔入ってないんですけど、海苔を溶いてこの筆で塗っていこうと思います。で塗っていく際にこうヘッドの形をどんどん作っていって、で乾燥させるっていうのをやってみます。わわわ、結構出ますね。ちなみにこの櫛はアゾンさんで買った櫛かな。これじゃなくても全然いいんですけど、あると結構便利で、これですね、海苔。これをそうですね、どれぐらいの筋にすればいいのかな。ちょっとよくわかんないんで適当。でここら辺は前回コテで少し形を整えたんで、一行の流れでいこうかなと思うんですけど、なんかちょっと短いところがあるな。ちなみにこれが成功するかどうかは分かりません。
ドライヤーを使ったら思いのほか早くて10分ぐらいでしょうか。乾きました。これはちょっとやりすぎたかなと思うんですけど、あと跳ねる具合ですよね。まあこれでもいいかなという感じなんで、こういうところがちょっとね、耳出そうと思ってたのが耳出てないとか、そういうところがあるんで、もう一回やっぱり糊つけますね。このね、ウィッグのここの根元まで切っちゃったんで、下が剥げて見えちゃうんですけど。はい、もう一丁乾かしたので、今度は、これ糊をつける前に、このてっぺんを黒く塗った方が良かったんですけど、ちょっと先にやってしまったんで、ここをですね、マジックで塗ります。これを塗れば多分雰囲気、ちょっと変わるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ気のせいかもしれないですよね。ちなみにこのウィッグをマジックでやるっていうのはまあ多分邪道だと思うので、はい、こんな感じでできました。時間をかけた割にはこういうところの羽とかあんまりいっぱいできてないし、いろいろ反省点はあるんですけど、まあ、最初にしてはいいんじゃないかなと。一番最初に糊をベタ付けしたんですけど、そうするとこう手についたものがココリみたいな感じでついちゃうんで、溶かしてやった方がいいみたいですね。で、かなり固まってるんですけど、まあ完全には固まってないんで、串解いちゃったりするとポロポロ取れちゃうんですけど、ウィッグをはめるぐらいでしたら大丈夫でしたね。後ろもこんな感じで。あと頭はもうやっつけでマジック塗って黒く塗ったんですけど、まあツートンカラーみたいな感じにすると本当に綺麗にできるかなと思います。あとここの角はですね、サンプルを見るとここにちょっと跳ねてるんですけど、それが大きすぎた感じなんで、まあ、これはちょっとご愛嬌ということで、はい。これがまあ基本セットっていうんですかね、まあ、ここまであんましないかもしれないんですけど、キャラドを作るんだったらここまで固めた方が一回一回こういうところとかこういうところとかセットしなくていいんで固めるのはいいなと思いました。もっと軽くですね、セットするっていうやり方の動画も作ろうと思うんですけども、まあ、とりあえずこれはこれで完成と。あと、これせっかくですね、このキャラドを作ってウィッグをセットしたんで、次もウィッグまで作ってですね、ちょっとウィッグにこの慣れていくっていうんですか、ディーラーさんで売ってないようなウィッグを作ったりとかもしたいんですけど、まあそこまでできるかっていうのはちょっとわかんないんですが、最終目標はそこなんで頑張っていこうと思います。はい。今回はかなり雑な動画になって大変恐縮なんですけども、ウィッグのセットの動画をちょっと作ってみました。以上で終了です。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。